Motors。はいどうもこんにちは、モーターズ編集部の大和です。いつもの愛車紹介ですね。今日はスペシャルゲストが登場しております。もうね、この車見たらわかるかな。じゃあ早速ゲストの方呼び込みたいと思います。本日のスペシャルゲスト、土屋圭一さんです。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。お願いします。モーターズの紹介企画に、スーパーレジェンドとして本日はお呼びさせていただきました。今日はですね、土屋さん自ら、ご自身のこの愛車86を、紹介していただくということになるんですけれども、何年ぐらいずっとこういじってこられてるんですか20年以上ですね。？20年以上。ボディとしてはもうこれが5代目ですね。あ、5代目。こんなに綺麗な86っていうのもなかなかもう見ることもできないんじゃないかっていうぐらい綺麗ですけど。ベースがすごく良かったんですよ。腐ってないし、あー錆びてないし、はい、それまでの4台はやっぱりこうボロが多かったですね。あ、そうなんですか。これが一番程度良かったんで、これをベースにどんどん仕上げていったって感じですね。土屋さんにとってはやっぱり86ってすごい思い入れのある車だと思うんですけれども、そこからさらに思いを詰め込んだこのトレノっていうのを今日は紹介してもらおうと思います。はい、はい、じゃあ行ってきます。じゃあ早速、カスタムポイントっていうのを紹介してもらおうと思うんですけれども、ボンネットの色が違いますけど、これはカーボンボンネットになってますか？ドライカーボンですね。なんちゃってウェットは使わないですよ。なるほど。全部ドライで。ドライで。これでどれぐらい軽くなるんですか？これで10キロぐらいは軽いですね。あ、そんな違うんですね。緑を選んだやっぱり土屋さんの。カーボン屋さんがね、はい、こういろいろ色できますよっていうので、はい、黒じゃつまんねえなレーシングカーだよなっていうね、いろんな色見て、グリーン綺麗じゃん。へえ。あと屋根もはい、ドライカーボンですね。あ、カーボンに変わってるんですね。軽量化っていうとこれぐらいですよ。中は何も軽量してないんで。ああ、そうなんですね。やっぱこう砂好きなんでね、砂86が、はいはい、ベースの部分。そうですね。このままサイドの方行っていこうと思うんですけど、これがホイールがワワーク。はい。いやー、白昔ながらの、はい、もうオフセットが深いやつをね、あ、選んでるんですね。86っぽく。はい。でタイヤが、71 71R、ですね。はい、19555015。これはやっぱこのワークのこれを選んで、ピアスボルトがこう見えるタイプのホイールを選んでるのはその昔っぽさ。昔っぽさ出さないとね。今風の新しいホイールつけても似合わないでしょ。ちょっとこうアンマッチになっちゃう。そうただのミーハーみたいでこういうところにもこだわりがこう詰まってるわけですね。フェンダーはこれ引っ張ったりは、まあちょっと引っ張ってるぐらい。ノーマルであんな速いのかって言われるのが好きなんでね。ああ、なるほど。そうですね、ノーマル前としてて来たらめっちゃ速いみたいな。そうですね。そこを狙ってますね。見た目はやっぱこう素でおとなしく、そういうのが好きですね。あった方が綺麗かなと。こっちの方が当時感もこう出ますよね。そうですね。やっぱこう86の昔 N2 レースに憧れてたんでね。はい。それで綺麗だなって、これはもう本当になんか純正でついててもおかしくないようなマッチングしてますよ。マフラーはこれはどこのになるんですか？ K1 プラディングオリジナルのオリジナルのマフラーですね。まあ音にこだわるんでね。なるほど。いい音が出るまでマフラーは作り続けると。音ダサいのはダメでしょ。そうですよね。いい音がするのはやっぱ気持ちいいですよね。音重要。その辺はもうあれですか、性能よりも重視するのは音ですか？いや、性能ももちろん出てないとね。はい。やっぱこうエンジンに合わせた、まあ 4AG の時のマフラー、5AG のマフラー、7A のマフラーっていう、その当時の仕様に合わせたパワーに合わせたマフラーでいかないと。なるほど。あと車内なんか見てもらえば分かるように、リアシートも内張りも全部ついてますからね。あ、なるほど。しかもこれノーマルの。ノーマルですよ。へえ。どんがらにするとね、はい。なんか走り屋の兄ちゃんみたいでしょ。そうですね。それが嫌なんで、こうノーマルはそのまま室内を残す。リアシートの状態もめちゃめちゃいいですね。綺麗ですよね。はい。
なかなかこのクオリティの86走ってないというか、なかなかないよね。はい、ちょっと運転席座ってみてもいいですか？あ、いいですよいいですよ。じゃあちょっと運転席座っちゃいます。でも本当にあれですね、僕の身長が170ちょうどぐらいなんですけど、肩といい腰といいすごいぴったしですね、このサイズ。ブリットの高橋社長に、はい日本人に合ったシート作ろうよっていうのから始まってますからね。なるほど。タイムアタックの時はね、はい。肩触れるとダメだよね。ああ、もうやっぱり姿勢が触れちゃうともうステアリング肩触れるとやっぱりステアリングワークにも影響するし、はい視線に影響するよね。ああ、ブレちゃうんですね。そうメーターもノーマルなんですね。ノーマル完璧ノーマル、中は至ってシンプルという感じですね。さりげなくノーマルなんだって思われるのがいいね。ああ、そういうことなんですね。そうそうで険しいやつをやっつける。ギョギョしいのを追っかけて。そうそうそうこのルーフもカーボンにして内張りちゃんと貼ってるんですね。貼ってますよ。なんか結構そのまんまのパターンとか多いですけど、こういうところもすごいこだわってらっしゃって。普段乗りはやっぱり綺麗な車に乗りたいよね。なるほど。ウインカーとかもね、こう当時のまんまですね。この TRD のステアリングも当時からあるものなんですか？もちろん。シフトの部分もこの通りノーマルですね。鍵にキングってついてますオーディオは当然ですけど積んでないってことですね。エアコンオーディオはつけないでしょ。なるほど。86乗りはやっぱこう攻めて走るのに重たいものはいらないと。重いエンジンルーム見せていただいてもいいですか？はいはい、見せてもらいます。至ってシンプおお、ルね。なるほど。確かになんかこう仰々しい何かがあったりとか、ないヘッドカバーギラギラしてるとかもなく。至ってシンプル。これ最終 7A の 7A、はい、 20バルブです。はい、これはその土屋さんとしてはこうどういうコンセプトのもとの仕様なんですか？エンジンというか。どっちかっていうとイニシャルでいいでしょ。負けたら次のエンジンに行くみたいなね。なるほど、ステップアップしていく。そうですね。1980年代は 4AG でもなんとかライトチューンでいけたかな、はいそれが1990年代に入って 4AG フルチューンじゃないとはい。シビックタイプ R と勝負できないとかね。あそこから今度インテ R が出てきて、あ、はい。これ 4AG じゃ無理だな、 5AG ですよ。それを繰り返してって現代のは 7A になって 7A るになって200馬力オーバー。100馬力オーバー NA のまんま。実測値200どれぐらいですか？220とか大体205とか205とか210ぐらいじゃない？これはもう作るのはこうテックアートさんで作られてる。そう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 、あれやろうやろうこれやろうとかね。ああ、もう全部テックアートさんで。そうそうそう、あとはもう東京オートサロンでいろんなものを見て、はい86でこんなのあったぞみたいなね、はいちょっとつけようよみたいなちょっとずつこうバージョンアップを繰り返してるんですね。足はどこのになってるんですか？足はこれ調整式ですよ。これ車庫調で電動ダンパー。電動ダンパーなんですね。綺麗ですね。シンルームがシンプルでいいよね。そうですよね。余計なものがないというか、現代の車ここに隙間ありませんもんね。ごちゃごちゃだよね。はい。これがいいんだよね、86は。土屋さん的には今後この86はどうされていくんですか？ホットバージョンっていうね、はい。いかがわしいビデオがあるんだけどそれは僕は何も言えないんですけど。そこで峠の魔王っていうのをやってるんでね、はい。そこでやっぱ負けるとなんかやりたいなっていう、叶うわけがないんだよね。もうサスペンションのレイアウト自体がはい。こんなホーシングでさ勝てるわけがないんだけど、はい。ここをなんとかねやっていくわけ。そこは面白い。やりすぎチューニングカーにするんじゃなくて86でそうそうそう戦うっていうのが。そこは面白いんだよね。いやもう本当に86好きの皆さんが思ってることのこう塊というかね、本当に86界のレジェンドっていうのがよくわかりますけど、土屋さんのレース人生の中で86ってすごいその重要な存在だと思うんですよ。土屋さんにとって86っていう車両自体の存在ってどういうものですか1984年当時だと、はい。史上最強のスカイラインキラーだと思ってましたよ。ああ、そうなんですね。向こうはそうは思ってないですよ。あ、なるほど。ドライになるともう絶対的なパワーでね、うんうん。向こうは2リッターターボだし、はい勝てるわけないんだけど、雨が降ると、はい。 86でもスカイラインをやっつけられる、うんそこに面白みがあったよね。ああ、もうそれは軽さとコそうですね、ーナリングの速さで。バランスがいい、そこがやっぱりなる一番強みじゃないですかね。ほど。出た時はその86に乗る人はそういうスタンスで乗ってた人が多い。いやミーハーが多かったですよ、やっぱりそうなんですね出たばっかりの頃はね。ああ、そうなんですね。買ってからのめり込む人が多かったですよ。86乗った瞬間から面白いっていう。へえ。今でこそね200馬力なんか当たり前ですけど、やっはい。ぱその当時のノーマルの86でも全然こうレースやってて、
速さってもの実感ありましたよ。プロになっても86で走ってましたからね。あだからドライバーを磨く車ですよね。あ、なるほど。この車が、うんドライバーを育ててくれるっていうのが本当にこの86の魅力。あとはね、パーツの豊富さ、その当時のね、この TRD がやったことっていうのは、レース用パーツ、ジムカーナ用パーツ、ラリーパーツ、ダートラパーツっていう、これだけのパーツを出してきてくれたんで、これを組み合わせることによってルービックキューブのようになるっていうね。自分だけの車を作れるっていうのがあったんですね。この86の時代っていうのは、いかにそのトヨタというか TRD が力を入れてたかっていうのが分かりますよね。もうやること何もないっていう車じゃないんでね、86って。はい、今でもまだまだ突き詰められる。そうですね。じゃあ、最後になるんですけれども、モーターズを見てるその視聴者層って結構若い方が多くてですね、そういった方々にその車の面白さを、土屋さんの思う車の面白さを伝えていただければと思うんですが、車の楽しみ方はね、いろいろ収入にもよるんで、僕の頃っていうのは中学生の時にテレビを見て日本グランプリの、箱スカが走っている、RX7 と、その当時は RX7 じゃないサバンナですけれども、やり合ってるかっこいいなっていう、もう本当に子供心でかっこいいなっていうところから入ってるし、その今の子供たちっていうのは、タクシーだとかワイルドスピードとかイニシャル D とかっていうのを見て、車っていいなと思ってくれてると思うんですね。だからやっぱり皆さんが楽しむためには何らかもう軽でも何でもいいし、その見て楽しむ、作って楽しむ、飾って楽しむ、走って楽しむっていう楽しみ方は車っていっぱいあるんで、走るだけが車じゃないんで、本当に自分で綺麗にして自分の彼女みたいにね、彼氏みたいに、大事にして綺麗になったり、こうデコレーションしたりっていう楽しみ方もあるんで、やっぱ車はねいろんな楽しみ方があるんで、皆さんが楽しみたい楽しみ方を見つけてくれたらいいなと思います。ありがとうございます、はい、スペシャルゲストの土屋圭一さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それじゃまた。緊急事態です。乗ってきていいよって言われました。壊さないように気をつけて乗ります。行ってきます。